なるほどね。何？どんどん建物が建っている会社があるって？その会社って一体何をしている会社なのかな？仕方ない。私が行って調べてくるか。皆さん、ジェネリック医薬品って言葉知ってますか？ジェネリック医薬品は新薬と同じ成分で同じ効き目のお薬のことで、値段が安くてお財布に優しいですにゃ。そんなジェネリック医薬品を作っている会社がここあわら市にあるって知ってましたか？あれですよ、あれ。こんなに遠くからでもあんなに大きく見えるにゃ。あわらって本当にすごい会社がたくさんあるにゃ。なんだここは広いぞ。こんにちは。誰かいませんか？はい。こんにちは。誰かとお約束いただいていますか？誰とも約束はしていないけど、ちょっとだけお話を聞かせてもらうことはできないですかにゃ。そうですね。本来であれば事前にお電話をいただいてからお越しいただくのですが、せっかくお越しいただきましたので、どうぞこちらへお入りください。小林加工さんはジェネリック医薬品を作っているんですよね。はい、そうです。私たち小林加工は高付加価値型ジェネリック医薬品の製造を行っております。高付加価値って何ですにゃ？はい、そもそもジェネリック医薬品とは、新薬と同じ有効成分を使った品質、効き目、安全性が同等の医薬品のことです。すでに新薬によって有効性や安全性が確認された有効成分を使用しておりますので、研究開発にかかる期間が短くて済みます。その分研究開発費が少なくて済みますから、国が薬の価格を安く設定しているんです。ですから一般的にジェネリック医薬品とは安くてお得な薬というイメージなのですが、どうでしょうか？はい、全くその通りですにゃ。薬代は家計への負担が結構大きいにゃ。だからジェネリック医薬品は助かるにゃ。そうですよね。でも私たちはただ安いだけではなく、苦味を抑えたり薬の形を変えたりして、誰もが飲みやすく、誰もが取り扱いやすい医薬品を目指しております。ところで猫田さん、薬が作られる様子って見たことありますか？一度も見たことないですにゃ。ですよね。実はここ聖馬第二工場では、服を着替えずに窓から薬の製造工程を見学できるようになっております。今日はその一部をお見せしますね。猫田さん、今いるのはここです。この5階から4階は造粒室となっており、粉末状の原料を錠剤に成形しやすくするため粒状にしています。聖馬第二工場の最大の特徴は、重力落下を利用したグラビティシステムです。そのため上から下へ行くにつれて製造工程が進んでいくような仕組みとなっています。こちら2階の混合室では、粒状にした原料を添加剤と混ぜ合わせます。そしてここから機械を使ってまた最上階まで移動し、5階から1階へと製造工程を進めていきます。ここ聖馬第二工場では1年におよそ45億錠の生産が可能となっています。この他に八千第一、第二、聖馬第一工場がありますが、そちらでは1年に合計20億錠の生産が可能となっています。最近はジェネリック医薬品の使用が促進されていますので、当社でもさらなる安定供給に取り組んでいます。こちらはクリーン自動倉庫です。こちらには中間製品が保管されています。保管されている中間製品はコンピューターシステムを使って指示を出すことで、各製造室へ自動で搬送されます。すごいにゃ。よく考えられているにゃ。
そしてこちらでは出来上がった薬をパッケージで詰めていく工程になります。こちらの工程では段ボール詰めまで行っています。ここは聖馬第二工場の隣にあります物流センターになります。弊社では現在243品目の製品を取り扱っており、各工場で生産された製品はこの物流センターへと運ばれてきます。そして1日に1万8000から2万箱、梱包した段ボールにしますと500から600箱が全国へと出荷されています。この物流センターと聖馬第二工場は地下の専用通路でつながっていまして、聖馬第二工場で生産された製品はその専用通路を通ってこちらへと運ばれてきます。地下通路があるなんて秘密基地っぽくてかっこいいにゃ。さすが最先端の会社だにゃ。こんにちは、猫田さん。製材技術総合研究所の山下と申します。こんにちは。ここは何をするところなのかにゃ。この研究所では誰もが飲みやすいと感じる医薬品、誰もが取り扱いやすいと感じる医薬品の処方と製造方法を検討しています。処方と製造方法？ジェネリック医薬品は先発製剤の特許が切れた後に同じ有効成分を使って作られるお薬なのですが、添加物や薬の形、製造方法については変えても良いということになっています。そのため小林化工では苦い薬の味を変えたり、大きな錠剤を小さくしたり、カプセルを錠剤にしたりして患者さんにとって飲みやすい医薬品を目指しています。また錠剤自体に薬の名前を印刷したりなどして医療関係者の皆様にとって取り扱いやすい医薬品作りにも取り組んでいます。そしてそのような薬を作るためには数多くの添加剤の中から最適な添加剤やその配合量を検討し、またどのような製造方法とするかなど日夜製剤設計の研究を行っています。このように先発医薬品を改良・改善した高付加価値型ジェネリック医薬品を私たちはユースフルジェネリックと呼んでおり、製剤技術総合研究所がその開発の中心となっています。なるほど。どんなに効く薬でも飲みにくかったら飲まなくなっちゃって病気も良くならないですもんね。僕も苦いお薬や大きいお薬は苦手なので、苦くなく飲みやすい大きさのお薬を作ってほしいにゃ。頑張って猫田さんにも飲みやすいお薬を開発し続けていきますね。でもそもそも病気にならないようにしっかり健康管理をしてくださいね。私たち小林化工は医療フィールドの声に耳を澄まし、医療現場のニーズを捉えた医薬品作りに努めてまいります。これからも誰もが飲みやすく、誰もが取り扱いやすい医薬品の開発と医療現場への安定供給に取り組んでまいります。病気で困っている方の大きな助けになるジェネリック医薬品、それをさらに飲みやすく、誰もが取り扱いやすいように改良を重ねた医薬品を提供することで、より多くの皆様の助けになっている小林化工さん、まったくすごい会社があわらにはあるんだにゃー。